皆さんこんにちは、みやりです。少し意味深な動画からスタートしましたけれどもね、刀は持ち主を選ぶなんて言葉がですね、刀の世界にありますけれども、皆さんはどう思うでしょうか。私はですね、あまりオカルト的な話はどちらかというと信じない方なんですけれども、この担当について不思議な縁を感じるようなことがありましたので、その話題についてですね、触れていきたいと思います。で、この担当の作者は、劉民斎兼之ですね。もう誰っていう感じだと思いますけどね。群馬県の投稿ですね。江戸時代後期の群馬県の投稿で、会津兼定、泉の神兼定の門下の刀鍛冶だそうです。兼之は越後の生まれなんですけれども、後に移住して、現在の群馬県富岡市でも作刀するんですね。私は生まれも育ちも富岡ですから、これ以上ない共同党ということになります。で、明にはですね、劉民斎源兼之で、亀内なんですね。明治29年11月、為高井君と。誰って感じですよね。高井君って誰だいって話なんですけども、高井君の謎についてはですね、ちょっと動画の最後の方に、謎が判明しますので、ぜひぜひですね、続きをご覧になっていただければと思います。で、これはですね、いわゆるその市場で買ってきたものなんですけども、やっぱりその持ってきてくれた人も、私と少し縁のある人でですね、それで私も、その人も常にその市場にいるというわけではないので、本当にたまたま巡り合ったという感じでですね、偶然と言ってしまえばそれまでなんですけれども、そんな感じで私の手元に今あるということなんですよね。とか言いながらですね、一瞬買うのをやめようかなと思ったんですけども、さすがになんか上だけ見ると、どんどん欲しくなくなってくるみたいな。無名だったら絶対買わないですよね。そういう意味ではちょっと中子だけ見て上を見ないで買ってるのであまりいい買い方ではなかったかもしれないですけどね。でですね、この都合のいいことにまたこの資料が手元にあるんですね。不思議とあるんですね。で、これが、うちの父親がですね、隣町の方から、ある時に、譲ってもらったものなんですよね。で、それを数年前に私はこれを受け取ったんですけれども、不思議なもんで資料があるんですよ。で、これを見ていくとですね、いろいろ書いてあります。日本刀名鑑とかにも、関連機のことが載ってるんですけども、もちろんこっちの方が詳しくいろいろと書いてありますね。で、これを見ていくと、刀工であるだけではなくてですね、富岡の諏訪神社の宮司でもあったんですね、この人は。で、刀鍛冶がですね、神社の宮司であるということも面白いんですけれども、私にとっては、子供の頃、その神社の周辺で遊んでいたもんですから、まさか今になってですね、明治頃にそこにいた人物の担当を、自分が持つことになるとは思いませんでしたんで、これはなかなか感慨深さがありましたね。そこでですね、実際に今回は諏訪神社に行っていろいろとお話を聞いてみることにしました。で、その映像こちらですね。このようにですね、道路沿いの街中のですね、小さい神社ではあるんですが、何か劉民斎兼之について分かることがあるのか、あるいはですね、何か資料が残っているのか、そういうことも含めて、神社の方にですね、お話を伺いました。結論から言うと、劉民斎兼之に関する資料は、事情があって今の諏訪神社には残っていないそうです。ただ、いくつか貴重なお話を聞くことができました。今の諏訪神社の駐車場のあたりに、昔は火事場があって、実際にそこで刀を打っていたそうです。そして高井くんとは、兼之の後の宮司とのことでした。現在も高井氏は、県内の別の神社で神職をなさっているようです。その後にも代替わりがあり、今は別の家の方が宮司をされているということでした。こ
この神社はですね、市役所の近くで昔から人家がある、この街中でですね、火を使って、鋼を打って、で刀が作られていたのかと思うとですね、火事場とか、それから刀というものは、今と比べ物にならないぐらいですね、身近なものだったんだなというふうに、改めて実感しますよね。でそれで本殿の方にもですね、お参りして、この地元の刀、龍務院祭金幸の刀がですね、生まれ落ちた地に戻ってきたということをですね、私なりに報告してきました。さあ、じゃあ実際にちょっとこの担当を見ていきましょうか。先ほどお話しした通りですね、この龍務院祭金幸が、後に宮司になる高井さんに、打ったお守り刀ですよね。もうめくぎ仮名もありません。めくぎ仮名ゼロですね。そういうところから見てもですね、実用品として使うとか、あるいは美術的な見どころを増やしてですね、売り物にするとかっていうことをあまり考えずに、やや形式的なお守り刀としてですね、打ったものではないかなというふうに思われます。変わった作りですよね。焼き出しがですね、この浜地の部分のこの辺から始まっていなくてですね、焼き落としと言われるタイプの焼き出しになってますね。いかんせん焼きが低すぎて、いくらなんでも、一回研いだらもう刃がなくなるようなところもありそうなんで、いい刀ですねとはちょっと言えないようなもんなんですけれども、やっぱりその神職の人が神職のために打った、お守り刀ということでですね、その時代の明治時代の、お守り刀の実態みたいなものを知る上でですね、なかなか貴重な資料かと思いますし、あとは龍務院祭金幸の刀自体もですね、ほとんどないですから、そういった意味でも貴重ではあるかなというふうには思いますね。ということでですね、郷土島が生まれ落ちた地に戻ってきたというところですね。本当にその刀は人を選ぶのかというところをちょっと考えてみた次第ではあります。全部偶然だといえばそれまでですしね。あとはその長船とか関にお住まいの方にとっては、郷土島なんて世の中に何万本もあるというような環境の方もいますから、そういう方にとってはですね、特に珍しくも何ともないというところではあるんですけれども、一方でですね、故郷が名刀の産地ではない人にとってはですね、郷土島というのは取るに足らない地方投稿の作品ではあると思うんですけれども、これもそうですよね。やっぱりこんな白皿にしたって、もうこんなですね、もうペンキですよ。もう職人が作ったちゃんとした白皿じゃなくてですね、刀身もですね、口が裂けても名刀とは言えないようなレベルのものでございます。ただその国の人にとってはですね、何とも言えない唯一無二の存在ですよね。特別な感情を湧き立てるようなもんですよね。もうこれぐらいの担当っていうのも良かったですよね。もう15センチぐらいのもんですけども、これがなんか随分立派な刀を持ってですね、この刀が自分を選んだなんて言ったら、それは身の丈に合わない発言になってしまうので、良くないと思うんですけども、なんでこの程度のもんなんで、まだまだなんて言うんですかね、もしかしたらそういう縁があるのかななんて思ってもいいのかなという形で今回ちょっと紹介させていただきました。今回の出会いがですね、本当にそういう縁があるのか、あるいはたまたま偶然重なったのか、それはですね、本人の受け取り方次第なんですけれども、郷土島というのは本人にとっては特別なものですので、そういった楽しみ方もいかがでしょうかということで、今回は締めさせていただこうかと思います。ちょっと Vlog 的な動画になってしまってですね、自己満足感が強いですけども、今回もご視聴ありがとうございました。